ちは。今回の動画は、お庭によく遊びに来る鶏がなんと卵を産んでいたという話と、イギリス人の義母がビクトリアスポンジと呼ばれるお菓子を作ってくれる様子をお届けします。Come on, out. You too. 皆さんは一緒に暮らしてみたい動物はいますか？我が家にはペットはいませんが、野鳥やリスがお庭に遊びに来るのがいつも楽しみです。いつか飼ってみたいなと思っていたのが鶏へ。朝に収穫した新鮮な卵を食べる暮らしなんて贅沢だなぁと想像したりしていました。思い返すこと、この鶏たちとの出会いは去年の秋頃。ふとお庭を見てみると、鶏が1羽いるのを発見しました。私の勝手な想像ですが、結構楽しそうに過ごしていて、夕方になるといなくなっていました。そして数日後、また数週間ごと、鶏の数が増えていき、一番多い時には4羽にもなりました。頻繁にやってくるようになったこの鶏たちが、果たしてどなたかに飼われているのか、野生なのか、野良なのか、よくわかりませんが、毎回同じ子たちだろうなぁという感じはしています。みんな夜になる前にいなくなるので、どこかに寝床はあって、我が家には遊びに来ているだけなんだとは思っていました。野鳥用に置いていた餌を食べたり、キッチンの生ゴミを植えているエリアがお気に入りだったりしたので、トウモロコシも時々あげたりしました。もしかしたらいつか美味しい卵がお庭のどこかで見つかったりしないかな。まあでもそんなことはきっとないなぁ、なんてマークと話したりしていました。そんなこんなで鶏を飼っていないのに、鶏を飼っているような暮らしにも慣れてきて、だんだんと私たちの距離も近づいてきたなぁなんて思っていました。そして今年の6月中旬頃、なんだかすっごく近くまで寄ってくるようになったんです。窓の外からこちらの様子を伺ったり、家の中まで入ってくるようになったりして、どういうこと？我が家に住みたいってこと？なんて思いながら鶏の家を検索したりもしました。そんなある日、マークが庭に卵があると言うんです。鶏の卵でしょうか？ちょっと見に行ってみましょう。If you go behind the wheel and then into The the wheel? hedge, Yeah. can you go down a bit? Can you see? どこ？ So corner of the concrete box Yeah. and then under it. うわー！ほんまや。できるかな？すごいやん。鶏たちを観察していましたが、特に巣に座って卵を温めている様子もありませんでしたので、せっかくなので取り出してみることにしました。Just gonna put it here. Thought you were leaving one. Yeah, but you have to write something. All right. 鶏はだいたい朝に一つ卵を産むみたいです。
卵を巣に置いておくと、また次のを産む習性があるみたいですので、一つわかるように目印をつけて巣に戻しておきます。さて、この卵、もちろんいつのものか全く見当がつきません。卵の殻を割らずに鮮度を確かめる方法があると、近所で鶏を飼っているお友達に教えてもらいましたので、ちょっとやってみます。用意するのは、卵が沈む大きさの容器にお水を入れたものです。ここに卵を入れて2、3分経っても卵がそこに沈んだままなら鮮度が高いものだそうです。逆に浮いてくるものは産み落とされてから時間が経ってしまっているので食べない方がいいそうです。ちょっと興味があったので冷蔵庫にあるスーパーで買った卵も一つ入れてみます。スーパーで買ったものはかなりサイズが小さいですね。結果はどれも全く浮いてくることはありませんでした。せっかくなので、マークのお母さんがビクトリアスポンジというイギリスのお菓子を作ってくれることになりました。ビクトリアスポンジは日本のような卵白を泡立てて作るふわふわしたケーキではなく、パウンドケーキのようなしっかりしたケーキになります。ここにバタークリームとジャムをたっぷりサンドイッチして出来上がりです。使用した砂糖の量が私がいつも作るケーキよりもかなり多かったので、とっても甘かったですが、美味しかったです。また、卵の黄身がいつもよりオレンジ色だったためか、スポンジの色がとっても綺麗な黄色になりました。鶏さんたちにコーンをあげていてよかったです。
さんも作られる際は中に挟むクリームなどを工夫して甘さを調節してみてください。実は今回のお話は6月末頃の話になるんですが、夏はいろんな村で花火大会が行われます。この毎年恒例の我が家の横にある橋の上から見える花火はいつも楽しみにしています。ざっと見た感じですが、2、300人というところでしょうか。こんな小さな田舎村でもかなり見応えのある花火が上がります。また、人混みをかき分け、花火会場に到着する必要もなく、花火が始まる5分前に家を出れば大丈夫という点も気に入っています。ただ、日没が10時半頃なので、花火が始まるのがなんと11時半と結構遅い時間です。皆さんも楽しい夏を過ごされていますように。こちらの動画をご視聴いただきありがとうございました。